この量毎日やるんですか？ほぼ毎日ですね。何キロ分ぐらいあるんですか？あれで15ぐらい15キロぐらい。15キロぐらいかな。いつからオープンされたんですか？去年の3月末です。あ、去年3月末、はい、じゃあ1周年経ったと。そうですね、1周年経ちました。失礼なんですけど、おいくつになるんですか24です。24、めっちゃ若いですね。なんか大変やったりしないですか？いや、逆にそのバイトのこと年近いから、はい、やりやすいっていうのと、そういうちょっとコミュニケーションを取りやすかったり。そうなんですよね、そこがあるんで。確かに。水玉はもうラーメンもつけ麺もどっちも入るんですか？どっちも入ってます。これは何ですか？
一応本業もやりつつ、はいなんか別事業もできたらなと考えてたんで、えいろいろ教えてもらいながらこう初めて飲食店をするっていうので勉強してはいいろいろやってますね。どうですか1年やってみて。1年やってみてやっぱ難しいなっていうところはありますね。うん集客はいですかね。うんまあ来てくれるやろと思ってても全然お客さん入ってくれんかったりとかなかなか難しいところ。一応明日の朝は出れるって言ってるんですけどね。何系のスープになるんですか。魚介魚介鶏鶏白湯スープです。いらっしゃいませ、何名様ですか。どうぞ、鮭からお願いします。いらっしゃいませ、何名様ですか。2名様、お待たせしました。どうぞ、失礼します。失礼ございます。お待たせします。あ、もらってきますね。ありがとうございます。ここからこれでお願いします。
並みです。熱いのでお気をつけください。月目お待ちください。お待たせしました。特製ラーメン並みです。熱いのでお気をつけください。月目お待ちください。温め直しがスープをおっしゃってください。お待たせしました。熱いのでお気をつけください。いらっしゃいませ。何名様ですか？鮭からお願いします。ください。もう今日3回目です。3回目。はい。いやもう毎回美味しいです。もう魚介系好きなんで、独特の甘い深いない味で、結構やみつきやってますね。はい。ラーメン大です。熱いのでお気をつけください。月目お待ちください。お待たせしました。卵ラーメン並みです。チャーシュー丼とミニ茶です。はい。大変お待たせいたしました。月
さんチャーシュー丼にお願いします。ご飯お待ちくださいね。どうぞ。お味の方いかがでしょこれが落ち着く味と言い方あれですけど、求めてる味なんでちょうどいいです。う。お好きな味です。僕は好きな味ですね。今までね結構こうこってり好きやったんで、まあでもこうちょっと年とともにちょっとしんどなってきたんで、まあちょうどいいですね。ラーメンだけでいいの？あ、僕ラーメンだけで。お待ちくださいね。どうぞ。美味しいです。美味しいですか。すごい鶏の出汁が濃厚で、スープがクリーミーな感じで、あと麺の硬さがちょうどいい。そうなんですね。スープに絡む麺やなと思いましじゃあ2回目もあるんじゃないですか。た。明日来ます。いらっしゃいませ。何名様ですか？出券からお願いします。いらっしゃいませ。結構チャーシュー丼よく通りますね。そうなんです。お人気で。お待たせしました。チャーシュー丼です。お待たせいたしました。つけ麺並みです。熱いのでお気をつけください。今日は何をご注文されたんですか。つけ麺、味玉つけ麺です。はい。いかがです大好きです。ここ大好き。ぜひぜひたくさんの人に食べてもらってください。本当に美味しい。一番お客さん来た時で何人ぐらい来たんですか。大体でも大丈夫なんですけど。1日で多い時は、まあ、100超えるかな。 100超えるぐらい。はい。120とか。上でいいかな。大丈夫。次2名2名様です。お待たせしました。ラーメン並2つです。
何をご注文されたんですか？僕はつけ麺です。美味しかったですね。麺もっちりしてて、スープも濃厚だったんで美味しかったですね。美味しかったです。味がしっかり濃くて麺にも絡んでたんで最高です。チャーシューに味しっかりついてたんでうまかったですね。ミニチュアお願いします。お待たせしました。特製つけ麺盛りです。温め直しおりすぐおっしゃってください。どうぞ。並盛りです。熱いので気をつけてください。気になってたんですけど、麺 100% ってなんでそういう店名になったんですか？一応接客とかラーメン作りとかこう何事にも 100% 取り組もうっていう姿勢を見せるための 100% っていう意味で麺 100% っていうはい。
剥がれた身を取り出しているところですね。後でこれミキサーかけてドロドロにしてつけ麺のスープになるんですよ。スープ自体はどれくらい時間かければ大丈夫ですか？ 1.5日ぐらい、昨日の夕方から炊いてます。骨と入れ替え発表ですそうです。昨日入れた豚骨と牛骨全部通って昨日から鶏ガラ入れて鶏ガラ炊いて。1時間半ぐらい炊いて3種類、最初に切ったのが鶏胸で、あれは低温調理で、あと2種類がさっきのが豚バラと鶏ももとタレで1時間半ぐらい炊いて出来上がったやつ。3種類入れてます、ラーメンに。チャーハンに親父直伝で、はい、お父さんが、新庄でトンチンカンっていうお店でやってるんですよ。はい、そこで教えてもらってここ開けたって感じなんで。あ、そうなんですか。で向こうでやってる焼き飯をやってるんで。トンチンカンもラーメン屋なんですか？トンチンカンもラーメン屋さんです。お近くですか？新葛城市なんで、ここからでも結構30分40分ぐらい。キャベツの芯もカットするんですか？芯とっても芯あったらやっぱ嫌な人多いんで。キャベツは何に使うんですか？キャベツはね、焼きラーメン焼きラーメンにの具材です。
醤油2つと、あと焼き飯1つ、で、唐揚げ2個入りのやつを。はい。はい、それでは待ってください。焼き飯です。唐揚げです。
以上でお揃いですね。はい。塩ラーメン。塩。と唐揚げ2個。唐揚げ2個入り。以上です。はい。以上。はい。なんかよくお店来られてる？いえ、初めてです、初めてです。初めて。はい。知り合いから聞いて、はい。その焼きラーメンうまいでって聞いて。どういった感じの味なんですかね？醤油ベースなのかな。結構お腹膨れました？ちょうどいいぐらいの量です。はい。辛いけど美味しかったですね。はい。ご注文何されたんですか？スタミナ焼きそば。あ、スタミナ焼きラーメンですかね。ラーメンで。のジャンキーの方です。ジャンキーの方です。はい。結構ニンニクとか効いてました。効いてましたね。まあ辛いの好きやったら多分美味しいと思います。はい。つけ麺の中。ホルモン揚げと。ホルモンどこの部位？牛のね肺で服って言って牛の肺になる。珍しいですね。そうですね、焼肉屋さんとかにはないですね。めっちゃ好きなんです。あ、そうなんですか。息子がもう毎回頼むねんな。
け麺中、はい、熱いんで気をつけてください。めちゃくちゃうまいです。マイスープ。つけ麺の割りスープ。あ、はい。よかったら使ってください。どんな感じですか、お味は。お味は結構野菜の味が、玉ねぎの甘みとかがあって美味しい。つけ麺中とホルモン揚げ普通焼き飯で2050円ですね。はい。はい。はい。塩、醤油、大盛りってない。はい。塩です。はい。醤油です。子供のお茶碗になっております。はい。これ美味しい。ここの美味しい。ありがとうございます。お店はよく来られるんですか？家が近くなんで味噌濃い味、パンチがいい。濃い塩やけど、なんやろな、なんか癖になる、なんかだしを飲みたくなる味。お父さんに自分の店したいねんけどどうしようかなって相談してたら教えたろかってそれで教えてもらってって感じですね。
ジャンキー波で油淋1ホルモン1ジャンダイ1醤油2です。醤油です。油淋鶏。お待たせしました。ジャンキー大盛りです。最高ですよ。最高。最近よく来させてます。うちは醤油、うまみ醤油です。お味が美味しかった。美味しかったです。お味の方は。お味の方は美味しい。美味しいです。美味しい。醤油。醤油だ。醤油。はい。醤油と。お味の方いかがですか。美味しいよ。今日何頼まれたんですか。今日は塩。いつも塩ってわけではなく。いや、いつもバラバラで何食べても美味しいから。で、大体スタミナ。ラーメン、焼きラーメン。お味の方いかがですか。あえお店自体は何年の創業になるんですか。10月で4年なんで、4年目なんで。2020年の10月。10月、はい、結構開業当初とか苦労とかあったんですか。最初はまあまあ新店って言われてバーってきましたけど、2年目ぐらいはちょっとやっぱ落ちてきたりもして、まあでも3年目4年目から常連さんもだいぶ続いて、新規のお客さんも結構来るようになってきて、最近は今はだいぶお客さん入ってくれるようになって。なるほど。
すみません遅くなりました。よろしくお願いします。やっぱり一個一個洗っていくんですか？そうなんですよ。これ首柄と胴柄って言って首の部分と胴の部分なんですけど、違う出汁が出るんですけど、特に胴柄の方が内臓がついてるんで、それだけしっかり取ってあげないと綺麗な出汁が出ないというか。これが胴ですね。これが胴柄。これが首です。スープは基本鶏ガラだけで取るんですか？もう鶏ガラ 100% です。鶏ガラのみ。オープン当初いろいろ入れてたんですけどね。今は鶏ガラ100%でやってます。これはなんか理由があったりするんですか？まあなんかちょっと最初頭がもうね足しての頭ずーっと何年もやってたんですけど、途中からなんか引き算に変えていってなんかちょっと理想の味に近づいてきたというか、なんか引き算していってシンプルになればなるほどなんかいいのかなっていう考えに最近は至ってます。豚バラの中でもマグロでいうトロと赤身の部分みたいな感じで、脂身と脂の少ないところがあるんですよ。それをうまく切り分けて高井田ラーメン用の部位と普通のラーメンにのせるチャーシューと、あとチャーシュートッピングで通るチャーシュー麺用のチャーシューですね。それに使い分けてるんで、ちょっとそのためにそれぞれの部位に分けています。
中に入れて巻いてるんですね。そうなんですよ。はい。ちょっと脂身多いところにはこう赤身を足す感じで中にこう巻き込んでバランス良くなるように。脂身少ないところには逆に脂身入れてこう輪切りにした時にちょうど脂が入るようにしてます。今これはもうただの下茹でで、最初の血抜きという感じですかね。余分な油と血を抜いアク取りして出すという感じ。そこから本格的に醤油で味付けるように炊いていきます。一応10年間継ぎ足しです。10年継ぎ足し。はい。一応もうすぐ。店の名前の由来は名前の由来恥ずかしいんですけど、僕の名前と嫁さんの名前一文字ずつ取ってるんです煮卵今から作ります。
構ちょっと半熟系でやりたくて。醤油は豚肉のだしとあと香味野菜が少し入ってて、それを二段仕込みというか火にもう一回かけてまろやかにする作業をしてます。はい、これがたまり醤油仕立ての黒醤油ですね。これは、5時間ぐらい煮詰めてさらにコクが増すように色も黒くなるようにいろいろ手を加えてます。これは今日普段は使わないんですけど、今日限定のラーメンがありまして、それがちょっと背脂使うラーメンなんで。今日限定のラーメンみたいなのってよくされるんですか？はい、一応毎週ではないんですけど、なるべくやるようにしてます。常連さんが多いので、本当に来てくれる方毎日来てくれてるんで、飽きないように楽しんでもらえるように考えてます。使いますそれ。使う。コピーじゃなくて全部手書きなんですね。そうなんですよ。これ書くの好きで。手書きにこだわってます。お待たせしました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちら置いていただいて。いらっしゃいませ。どうぞ。こちら奥からお願いします。全然ブラック。全然ブラック。はい。あと全然ブラック。はいよ。いらっしゃいませ。お姉様テーブルどうぞ。左フックとミニチャーシュー丼。チャーシューね。はい。
ざいます。ちょっとミラー入ります。はいよ。赤白温めて。このチャーシューの。はい、お待たせしました。全然ブラック煮卵とはい、お待たせしました。でんでんブラックです。ありがとうございます。こちら、限定のでんでんブラックですね。です。お待たせしました。はい、お客様、大変お待たせしました。でんでんブラックダブルです。あおさんです。はい。します。はい、すみません。でんでんブラック。でんでんブラックですね。お待たせしました。いただきます。結構お店はよく来られるんですか？そうですね、結構2年近く通ってますね。2年ですか？はい、長いですね。今日はご注文は何されたんですか？今日はちょっといつものでんでんブラックなんですけど、店長さんの作る料理が全部美味しいんで、限定だったら食べちゃいます。今日は限定です。限定、はい、よく来られてるんですか？まあ週に1回は必ず来てます、ね。あ、そうなんですね、はい。一番おすすめのメニューって何になるんですかね？全部美味しいんでね、一つ選べっていうのは難しいですね。そうなんですね。だからもう限定がないときは普通のね、もう
食べて、で限定あるときはなるべく限定をいただくようにしてます。そうなんですね。真面目なねオーナーさんなんで。そうですよね。手抜きないですけどね。ブラックです。いいよ。ラーメンの種類で麺変わるんですか？はい、そうなんですよ。一応基本的には普段は、3種類使い分けてます。基本の細麺と中太麺、あと高いラーメン。あとそれに加えて今日は限定があるんで限定の麺と、今日は4種類。スープに合ったやつを一応用意します。ストレートできました。ちょっと上から手渡しです。熱いと気をつけてください。ブランクです。ライスもお願いします。多分 OK ね。ありがとうございます。大変お待たせしました。カミソリパンチです。下置きます。ミードお願いします。どうぞいらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。辛いラーメンです。失礼します。今日はご注文何されたんですか？左フックです。左フック。はい。結構頻繁に来させてもらってて、まあ9割以上左フックに食べさせてもらってます。そんなに好きなんですか？そうですね。なんか刺激があって、癖になるというか、もうなんか毎週食べるのはちょっと体にがおかしくなりそうな、はいぐらい美味しいです。お酒高いだ。ご注文何されたんですか？カミソリパンチの大盛りです。お高いだクロス大盛りです。いつも同じもの頼まれるんですか？いや、もうメニューを順繰り。一番お気に入りって何ですか？カミソリパンチが好きです。どういったところがお好きなんですか？あっさりしてて美味しいです。Thank you。ありがとうございます。
はい、ヘビーのお客様、ヘビーです。失礼します。ご注文何にしたんですか？右ストレート。右ストレート。いつもこれですね。あ、そうなんですね。決まって確定です。あ、アンチェインカスタムです。あ、そうです。全然ブラックまた召し上がれ。アンチェインさんが。あ、そうね。これもめっちゃ出るんです。はい、1700円です。ありがとうございます。4番さんは会計するの？ありがとうございます。おおきに、ありがとうございます。次、402番さん。ます。最近はもうこれですよ、右ストレートのアンチェインカスタムです。いやもう最高ですね。2名様です。はい。ありがとうございました。おきに。すみません、いつもありがとうございます。ありがとうございました。黒い方がお店の基本味の右ストレートです。薄い方がカミソリパンチですね。おきに。ありがとうございました。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございました。お待たせしました。お客様大変お待たせしました。当店基本味右ストレートです。基本味右ストレート大盛りです。お客様カミソリパンチ大盛りです。はい、どうもありがとうございます。そうです。ヘビ大盛りから。はい、ヘビー大です。はい。僕はなにわのジョーです。なにわのジョー。はい。なにわのジョーはどういったお味なんですか。なにわのジョーはやはりこの、正統派な醤油に魚介が合わさってうまいです。よくお店来られるんですか。まあどうですかね。ここでも1ヶ月で3回ぐらいは結構来られてますね。うまいので。美味しいです。何が一番おすすめですか。実は右ストレート、カミソリパンチ、今日はなにわのジョーと一応3種類、難しいですね。その時のこの気分というか。昨日も来てますからね。昨日です。週4ぐらいです。週4で。何が一番おすすめですか。いや、なんか右も食べてほしいけどカミソリも食ってほしいけど結局右が一番食うです結局右雑味ないです。一生うまいです。何回食ってもうまい。
少々お待ちくださいね。ごめんなさい。あ、バタートッピング。すみません、いつもありがとうございます。ありがとうございました。このアンチューブの梶さんです。そうなんですね。まさか来ていただけるとは。ね、びっくりしました。いや俺ねここは醤油ラーメンの店でしょ、はい、でここ知るまではラーメンっていうのはもう豚骨でなかったらあかん思ってましたよ、はい、もう絶対豚骨やで思っててんけど初めて食べたらうわこれはと思って、ほんでもうそれからずっとここファンでね週1は必ず来てます。あ、そうなんですか、メニューにね、そうアンチェーンカスタムで入れてくれてるでしょあれはもうお気に入りの俺が好きで注文してた味付けやねんけどネーミングしてくれていつもその食べ方されるんですか？大体はそうですね、でもね今日は限定メニュー俺の好きなねでんでんブラックいうのがね、限定メニューやからちょっと食べに来ようと思って今日はじゃあでんでんブラックをそう今日はでんでんブラックなるほどいきます。カジさんお待たせしました。でんでんブラックです。ありがとう。はい、すみません。お会計いきます。ご一緒でよろしいですか？1900円でした。それで1個メンマトッピング。はいよどうも。はい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。その長いのできます？
ブツブツ刺して上にかけるで、まあ多くたら12キロぐらい。全部食べれるか。はいどうぞ。ラーメン並が3丁です。レア。何が一番人気ですか？まあやっぱり先ほど作った醤油ですよね。あとは味噌とか、辛いの好きなら辛味噌とかです。いらっしゃいませ。どうぞ。はいどうぞ。上分に
性の早い時期の冬眠に重視してきた健康論理の勉強が枝で岐路に立っています。使っていた別の女の子が怪我をしました。売上高が去年の同じ時期と比べて 4% マイナス。その販売不振が出てきますいません、お待たせしました。ゆっくりどうぞ。美味しいです。これご注文は何されたんですか？熟成ラーメン。ニンニクマシマシで。マシマシで。やっぱニンニク入れたら美味しいです。あ、美味しいです。チャーシューがうまい。チャーシュー美味しい。柔らかい。もやしは何キロぐらい使うんですか？平日で40ぐらいかなっていうんですけど、忙しくなれば、まあ大体約70キロぐらい。そんなにですか？マシマシとかになれば、そのやっぱお客様のオプションによるんですけど、野菜だけで 600g なんで、麺が200で合計がまあ 800g ぐらい、特盛りが450なので、そうすると1キロ超えるんですよね。中には入れます、食べる方。入れるんですか？入れます、特盛りのマシマシ。はい、おおきに、ありがとうございます。おおきに、ありがとうございます。なし、ニンニクなし。20の企業地域の議長国を務める3日の外国為替市場の円相場は円がドルに対して上昇し、一時1ドル152円台後半週間ぶりの円高ドル安水準です。いらっしゃいませ。
一番さん。黒いより何個やろはい、足ラーメン。これが6番さん。はい、どうないだ、おおきに。おい、小沢さん。お味いかがですか？パンチは効いてるからいいと思う。俺は好きやん。女性も食べれる。は
はい、これ1番。はい、3番さん。苦しいです食べれないです味美味しかったですめっちゃ美味しかったです美味しかったです味付け背脂とチャーシューでたまらんねもやしも増し増しでどうぞ、森さん、前から失礼します。はい。はい、4番さん。4番さんです。5番さん。はい、汁なし。3番さん。神戸に向かう2日に、6キロ半径直行便に向かう上ります。
試合終わりに来て、はい、食べてみたいなって話でハンバ的な感じでハンバーグつけて麺がもちもち美味しかったです。豚骨系ですよね、濃厚でめっちゃ美味しかったです嫁さんジモさんジモさんごめん、それ放り込んだら鍋の中つけといて。はい、順番にちょっと雨だったらはい、今から肉醤油ラーメンおかずです。はい、どうぞ。おそらく300人近く来たと思います。1日でですか？そうです、1日で。向こうのケーキ屋さんのところまで。ケーキ屋さんまで。そんなずっとだから。ラーメン高垣の、高垣智之と申します。ありがとうございます。
クダックスだともちろん鮮度上がります。ちょっと大阪出て、戻ってくるっていう選択肢を取ったんですよ。ですので、一つがラーメンが好きですっていうところを初め選ばせてもらって、1年足らずぐらいで店長に任命してもらって、経営の部分ですね、数字の部分とかを学んでいってて、自家製麺でやりたいっていうのはかねてからずっと思ってたんで、自分のが食べに行って美味しいって感じてたやっぱ工藤さんに製麺としてねお世話になってたんですけど。
店をオープンしようかってなった時に、まあ、嫁はまだ美容師だったんで、僕のその店を手取ってくれるって言うて、ここを辞めてくれて、でこっちの方にいろいろと専念するように調整していってくれてるんですね。まあ、ここからやっぱ嫁と家族のために、もちろんお客様に対しての今まで培ってきたものの恩返しっていうのはずっとで一緒に働いてきてくれてた仲間たちですね、皆さんに感謝の目を留めて、このラーメンの宝木は12月31日をもって、グランドオープンまでたどり着けたっていう、そういうふうないきさつですね。だから嫁が大好きっていうちょうど娘ができてからの結婚だったんで、高校受験なんで、まあ、16年、17年ぐらいですね。16年です。
リーニングした時に骨の髄のエキスが残った状態のものも一旦酸化とか劣化防止のために引き上げてたものを再度利用します。これは工藤さんでね教えてもらったやり方ですね。皆様こんにちは、ラーメン高垣の、高垣智之と申します。今日ですね12月31日、大晦日、一人一人が、大変な日やと思います。そんな中、しかもこんだけ雨降ってるのに集まってもうて、大変ありがたく思います。で、まあ2年間ね僕ね大阪で、長井と吹田で修行させていただいてたんですけども、そこで培ったものっていうのをこの和歌山、僕は和歌山で生まれた人間なんで、この和歌山で皆さんにその2年間の修行の全てを受け取ってもらいたく思いますね。で、その2年間で出会ったお客様であったりとか、今日は来ていただいてる力強い仲間の支えのもと、今日はこの時間をこの場所にたどり着くことができました。では、あと10分ほどですね、会計いたしますので、もう少々お待ちください。ありがとうございます。すみません、準備してきますね。お待ちください。で
もうネギとか生姜とか出せるトッピングは出しましょうか。麺あります。はいどうもお待たせです。いただきます。お待たせです。あればあれだけ。お味も満足されました。満足しました。もう丼空っぽにしたんで、とっても美味しくいただきました。ありがとうございます。頑張ってください。お気をつけて。ごちそうさまでした。ありがとうございます。うまかった。朝早くありがとうございました。気をつけて帰ってください。ご視聴ありがとうございました。
はい、8番さん200のニンニク少なめですね。はい、圧で切ってください。はいよ。ラーメン300です。どうぞ。ドカンやらないですか。まず。結構皆さんやってはりますね。うちのお客さんでもそうですね、3、4割の方はやってはります。どっちかというとそれは皆さんスタンダードかける方も中にもいらっしゃいますけど、大変マシマシ少なめ。マシ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 。300の野菜少なめで、あとがマシマシです。めっちゃ美味しかったです。なんか二郎系ってもっと大味なイメージあったんですけど、なんかよくわかりますけどうまかったですね、めっちゃ。ちょっとホッとしました。そうですね。初めやっぱ並びなかったんでどうなるんかなってちょっと思いましたけどね。次から次へと出てくるもんで、まあオープンなんでそんなもんなんでしょうかね。
駆けつけていただいた皆様、本当に心から、お礼申し上げます。このブランコまで来れたのも皆様の力があってこそのもので、皆様の意見とアドバイスがあってこそたどり着けたものやと思っております。皆さんの応援に、泥を塗らんような形で今後も進めてまいります。長い一日でしたけれども、朝早くからこんな遅くまで皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。餃子もめちゃくちゃ美味しかったです。野菜多いけど、でもニンニクの味もしっかりリピート確定で。はい、はるじゃん。はい。はい、3。ちょっとごめん。はい。
やつや皿うどんみたいな。映るか上。連れてってよ。はい、春巻きです。ここ全然知らなくて今日初めて来ました。最高。すっごい美味しかった。もう一回まだ追加します。野菜多めって感じですね。ここにある。お願いします。ダンバームと餃子に肉にあげてください。麺です。そんな。そうかな。2枚です。2人前です。ありがとう。
これ何よ。どうでしょう。ありがとうございはい、すいません、失礼します。エビのマヨネーズソースです。はい、ありがとうございます。じゃあ、これから。はい、ありがとうございます。料理でエビの中で一番です。注文が止まったら一応一回閉じちゃんぽんです。ちょっと揚げて。はい。3本で固める。よくあれなんですか、いらっしゃるんですか。今回初めて来ました。今日は何食べはったんですか。餃子とエビマヨと焼き飯と唐揚げ有名なカレーラーメン食べてめちゃめちゃ美味しかったですね。食べに来る価値あるんで次カレー丼かな。餃子もめちゃくちゃ美味しかったです。意外と小さいんで食べやすいサイズ。食べやすい。野菜多いけどでもニンニクの味もしっかり。あ、そうです。めちゃめちゃ美味しい。リピート確定。麻婆が2つですね。これ4号やった。これが0.5。はい。パリパリな。かっこいいね。
ちゃんと日記に書いてくれんねん。ほんまや。なぜ日記書いてるのバレたんや。焼き飯3つです。着きました。みんな出番なんですよ。ありがとうございます。あるというので。はい、はるじゃん。エビチリがね、エビチリが奥。はい、3。壁屋丼レベル3。はい、レベル3です。はい。持っていくんだ。はい、次前上がります。柏店ネギマヨ2レースです。次お願いします。はい。エビマヨです。失礼しました。申し訳ございません。5名様です。どれやって
野菜の優しい味がちょっと甘みがあってすごい美味しいです。餃子300円持ち帰る。はい、ありがとうございます。売りにするだけある。美味しいですね。際に個人で YouTube やってる。
僕多分8時半頃に来ると思うんで、はい、お願いします。ありがとうございます。すいません。南森町でせがれが土日とか土曜日だけか私ら休みやったんで、その間、間借りしてて、その時にせがれおばちゃんとこやと名前あかんからでせがれんとこにして、でその時にシューマイを出してでしてたんやけど、だんだんもうシューマイがあるかないかだけやから、ほなもうおばちゃんのとこで名前統一してもう全部一緒にしようか言って。いいんですか。店番と朝早いから来てもらったんで。ありがとうございます。全然。昨日のじゃあお昼からこう炊いてるんですか。もう昨日の朝からですね。もう朝から炊いたやつが。今火入れて、はい、入れて混ぜて、でお客さんに提供する感じですね。めっちゃ大きくないですか。そうこれでもちっちゃなった方なんですよ。一回はいで焼き鳥屋さんで鶏が余ったりもしたことがあって、それでなんか一品作ってや言われて、で僕が絶対今後今から絶対シューマイがブーム来ると思ってシューマイを鶏ミンチで作ったら、みんな美味しい美味しいってお客さん言ってくれて、でこっちの実家に入るようになって、親父がなんか武器1個ぐらい持ったらへんちゃうか言われて、でシューマイしかなかったんでシューマイやったらみんなが美味しい美味しいって言って、
ラーメンと餃子は店側が推してるんですけど、よく出るって言ったらもうラーメンチャーハンセット。うちはもうスープは全部一緒なんですよ、ちょっと味噌めのあっさりとしたラーメンと思ってもらった方が、うちのチャーシュー食べていただいて、チャーシューおいしいおいしい言ってくれて、でチャーシューをお持ち帰りされる方もいっぱいいらっしゃるんで、
半身ラーメンと単品のチャーハン。チャーハンと、はい。こちら取り皿も置いてきます。お待たせです。おはようございます。ラーメン、チャーハンよ。もう毎回これ食べられるんですか？いろいろか。美味しい。美味しいですか？ラーメン用のセット2つ。2つ。はい。餃子セット、お一人目の餃子。前からラーメンを2つ出ます。まずお1つ目。ありがとう。どうぞ。お願いします。
ラスなんでさっぱりして。トマトラーメン1つ、餃子3人前。はい。餃子焼いといて大丈夫です。はい。餃子3グラム近い。はい。あんまシューマイ頼んだことないんですけど、売りにするだけある。美味しいですね。おぎり、ありがとうございます。お願いします。もうよく来るんですか。よく来るんです。週1ぐらい。週1ですね。もうラーメンしか食べない。でも年やからね、麺を少なめにしてもらって。地元にすっごい行列のラーメン屋さんがあるのと思って、それでも一回ちょっと行ってみないとと思って。
野菜の優しい味がちょっと甘みがあってすごい美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ニラもやしそば。確かに。カスカレーになったら前のラー油を使ってください。はい。はい。とりあえず餃子とシューマイだけと。また送ってますのでお待ちください。はい、これうまい。ありがとうございます。ちっちゃい方なうどんピッチャーじゃないじゃん。どんぶができるのかな。ラーメン丼っていうイメージがわけへんでしょ。私からなんかないから卵あると薄焼き間にしたらって言ってでそれから器触って熱いよ。ちいな。これ卵あるやろ。卵入ってました。ネギも入れとこう。麺を。触れてみたら時間かな。やっぱりよそで出ていたの。だから8点取られるかもわからんけど9点取って。そう、主人のお母さんがやり始めて、で主人と私がやって。一番初めは南森町で。そうなんで始まったんですか。最初はその米屋をやってて、でおじいちゃんがなんかその義理のお父さんが心臓が悪くてもう米屋やったら無理やってもう商売買いしよう言ってじゃあ何しよう言って、飲食が一番早いやろう言ってでその当時餃子のみんみんさんが天満の駅の方にあってそこへお母さんが食べに行って味を覚えてで自分で餃子を作りはってで餃子とラーメンだけで最初始めてで今みたいにこうやってね材料いっぱい揃ってないからあるものでやってそれで近所の人がおばちゃんとこ行こうかおばちゃんとこ行こうか最初5席ぐらいしかなかってでそれから主人が一緒に働くようになって店を大きくしてで私が来てその当時は名前またお店の名前違うかったですか。最初はねお母さん美恵子なんて美しいそのって書いて味噌のやったんだけどお客さんがもうみんなおばちゃんとこ行こうおばちゃんとこ行こうでもあんまり
もおばちゃんおばちゃん言われるから、ほな屋号おばちゃんとこに変えようか。だから最初の屋号3ヶ月したかしてへんか、私らが着いた時にもう屋号変えてもええよって言われたけど、いやもうこんだけ慣れてるんやったらもうそのまま行くって言って、そのうち私の方がそのうちこいつがおばちゃんになるから、今きっちりおばちゃんですけど。で、なんか名前を調べてもらったら、おばちゃんとこっていう名前の店はないって言われて、ほんなら登録しといたらって言われて。